こんにちは、ミッキーです。今回は芸術と建築で有名な国際都市バルセロナから見どころを10選ご紹介します。特に都市の名を冠する FC バルセロナの名前でも知られ、人口は首都マドリードに次ぐ第2の大都市です。バルセロナはゴシック地区の美しい街並みが魅力的で、有名建築家ガウディの残したサグラダ・ファミリアやグエル公園など多くの芸術とその空気を感じることができます。また地中海沿いのビーチや豊かな食文化、タパスを楽しめることから観光における一瞬一瞬を堪能できるような素敵な街でもあります。そんな魅力あふれる空間をこの動画を通して確認してみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、前回のイタリア特集から少し時間が空いてしまったんですけども、今回はミラノから空路でスペインへ渡りました。ヨーロッパにおける移動を空路で行う場合には LCC での移動が妥当になります。今回選択肢に上がりましたのはライアンエア、ウィズエア、イージージェット。率直に言いますと、どの航空会社も口コミはあまり良くなく、マイナスな意味で結構悩んでしまいました。ただ、その中でも比較的マシだったイージージェットを選んで今回は移動しています。いずれも自宅手荷物も機内持ち込み手荷物も厳密に測られた上でどんどん課金されてきたり、遅延も当たり前。接客というよりは対応に近いようなコミュニケーションが基本です。そんな LCC ですけども、今回 EasyJet は公式サイト経由で予約しています。移動料金は2人で約3万円程度。加えて受託手荷物代で1万4000円ぐらいかかっています。なので、およそ1人2万5000円程度で移動することができます。口コミを見ていると不安になる方も多いかと思いますけども、個人的にはほとんど不満を感じずに移動することができましたので、あくまでサンプル数1として確認していただくと安心できるかなと思います。さて、バルセロナエル・プラット空港にたどり着いた後は、バルセロナ市内まで Uber にて移動。ここで1点だけ注意点がございます。Uber を利用する前の SMS 認証では、電話番号が有効である必要がありますので、この動画を見た方は、日本を飛び立つ前に Uber のアプリをインストールして、事前に SMS 認証を済ませておくことをお勧めします。今回のバルセロナ旅行では終始 Uber が使えましたので、有効にしておいて損はないかなと思います。また、日本では基本的には Go タクシーを使うかと思いますし、Uber のサービスを使うと言っても Uber Eats がメインかと思いますので、Uber のアプリまだ入れてないという方に関しましては、概要欄に招待コードも貼っておきますので、インストールした上で招待コードを使っていただいてお得に楽しんでいただければと思います。さて、ここからは今回バルセロナにて宿泊したホテルのご紹介。セルコテルホテルロゼロンというホテルです。バルセロナにおいて欠かせない観光スポットでありますサグラダ・ファミリア。そんなサグラダ・ファミリアからわずか200メートルの立地にあります抜群のホテルです。4つ星ホテルなので、ホテル自体の高級感もバッチリ。バルセロナの場合は1人1泊 4.9 ユーロの宿泊税がかかります。今回バルセロナでは合計3泊したんですけども、最初の2泊は部屋からサグラダ・ファミリアを眺めることができますダブルサグラダ・ファミリアビューのお部屋。そちらは2泊2名で 83,325 円で宿泊できました。3泊目は連泊が叶わなかったので、クラシックツインルームという1泊 32,784 円にて泊まっています。もちろん時期によっても値段が変わってきますので、あくまで参考価格として考えていただければと思います。やはり4つ星ということもありまして、とても綺麗な内装で過ごすことができます。日本とは違って浴槽こそないんですけども、十分に満足できるようなクオリティの部屋だったかなと思っています。もちろん場所によって違ってくるかなと思うんですけども、特にイタリアのフィレンツェ、ベネチアは高かったなという印象です。さて、こちらのホテル、もう一つの大きな魅力は最上階のテラス。そちらのテラスでは軽食とアルコールを楽しみながら、目の前にサグラダ・ファミリアを眺めることができます最高の空間。ぜひ滞在中は一度は訪れるようにしてください。
さて、ここで海外旅行保険についてご紹介します。海外旅行保険は個人的にエポスカードで付帯することをお勧めしています。おすすめのポイントは何といっても保険適用条件が簡単であるところ。パッケージツアーはもちろんのこと、航空券を購入したり、空港に向かうまでの電車、バス、タクシー代、いずれかの一つの支払いをエポスカードで行うだけで海外旅行保険が付帯されます。この手軽さがおすすめなので、まだお持ちでない方は、ぜひこの機会にカードに契約してみることをお勧めします。本動画の概要欄にも載せていきますので、ぜひチェックしてみてください。ちなみに私が普段使っているのはビューカードと楽天カードなんですけども、まずはビューカードについて、こちらも結構お手軽になっています。と言いますのも、ビューカードでチャージしたスイカで空港まで移動することでも保険が適用されます。また、ツアー料金の支払いでも適用されます。ただ先ほどご紹介した航空券の購入は適用外なので、そちらはエポスカードの方が利点があるかなと思います。そしてもう一つ使っています楽天カードですけれども、こちらはツアー以外の支払いは適用されずに、例えばツアー申し込み忘れた場合に、エポスカードやビューカードに関しましては空港まで移動するだけで適用されるんですけれども、残念ながら楽天カードはツアー以外の支払いでは適用されませんので、そこがお勧めしていないポイントになっています。さて、ここからは観光スポットのご紹介。まずはグエル公園です。こちらは1人10ユーロで訪れることができる施設。今回ご紹介していきます通り、バルセロナ全体としてガウディの世界遺産が集中している街。そんなバルセロナの北部にある公園で、実業家でありましたエウセビ・グエルが頼んだ別荘地帯です。グエル伯爵は繊維工場、石切り場、セメント工場、鉄道、銀行などを経営する実業家でありまして、政治家でもあった当時の権力者。そんなグエルさんがガウディに出会ったのは1878年のパリ万国博。その才能に惚れたグエルさんがそれ以降ガウディに数多くの豪華な建物建築を依頼し、グエル公園もその一部。バルセロナ付近の丘を1900年に公園したグエルさんは大金持ちのために別荘地帯を作る計画を立てていました。20ヘクタールの別荘地帯をデザインしたことから誕生したこちらのグエル公園。残念ながら1914年に未完成で終わってしまい、別荘そのものは1軒のみが完成した状態だったとのことです。未完成になってしまった理由としては、別荘地帯自体がバルセロナの中心からも遠く、馬車で訪れる予定だった家主も上り坂が大変だったことが挙げられます。実際にこちらのグエル公園を訪れた際も、ホテルから徒歩で向かったんですけども、なかなかの坂だったので納得です。この後映します有名な広場とベンチ。グエル伯爵の時代はスポーツ、イベント、コンサート、アンティークカーのレースが開催される場所だった広場。波のように設計されているベンチはトランカディスといいます壊れたタイルの破片で飾られていて芸術的、フォトジェニックな写真を収めることができます。またそんなベンチから眺める景色自体もとても美しく、地中海、サグラダ・ファミリア、バルセロナ新市街などが一望することができます。ご覧のようにちょっと時間が経つだけでたくさんのお客さんに溢れてしまいますので、先ほど申し上げました通り朝早い時間になるべく写真撮影等を収めてみてほしいです。今映していますのは大階段とトカゲ。広場と同じく人気の写真スポットで観光客がとても多い場所。階段の中央部にはドラゴン、通称ガウディのトカゲがあります。モデルとなったのはサラマンダーという伝説の生き物。サラマンダーは火に強いトカゲで泉の守り神とも言われています。ここグエル公園でもドラゴンの口から水が出てきている様子が印象的で、実は公園内に設置されている貯水槽の水が流れるようになっています。そんなグエル公園は1984年に世界遺産にも登録。連日多くの観光客が訪れます人気スポットになりました。今回訪れた際には早朝からグエル公園を訪れていますので、今の映像の中で比較的お客さん少ないかなと思うんですけども、昼になっていくにつれてとても多くなってきますので、ぜひ皆さんも可能な限り早く訪れるのをお勧めしています。そんな人気スポットということもありますので予約は必須。今回は公式サイトから予約を行い、1人10ユーロ、日本円で約1700円程度で入ることができました。とはいえ予約が英語ということもありまして苦戦する方もいるかと思いますので、日本語で予約できるような Get Your Guide のリンクも概要欄に載せておきます。ぜひそちらも合わせて確認してください。続いてはお菓子の家。グエル公園の正面出口にあります2棟の建物。曲線が多い建物で屋根がカラフルなタイルで飾られているのが印象的なお菓子の家です。ガウディはこの建物をデザインしたとき、
ヘンゼルとグレーテルというオペラからインスピレーションを受けたようで、煙突はキノコをイメージしています。もともとは守衛の家と公園の管理局になる予定で、現在は今映しています守衛の家が見学することができます。定員は30人までの入場制限がありますので、少々並ぶんですけれども、せっかくなので見学してみるといいかもしれません。一方でもう一つの部屋、こちらはギフトショップになっている管理局。今回特に物は購入しなかったんですけれども、気になるものがあればぜひ購入してほしいです。そして最後にご紹介しますこちらの空間は市場。一見市場のイメージが湧かないような場所になっていますけれども、こちらは100本の柱の部屋からなるエリアで、別荘地帯のマーケットになる予定だったとのこと。その見た目から多くの柱があります部屋、サラ・イポスティラ、通称多柱室と呼ばれているようでございます。ちなみに実際は100本ではなく86本の柱しかないとのこと。市場の真ん中の柱はまっすぐなんですけれども、周りの柱は斜め。加えて天井にあります装飾も抜群になっていますので、ぜひそのあたりも含めて確認してください。続いてもガウディの建築。こちらはカサ・バトリョです。2005年にユネスコの世界遺産に登録されましたカサ・バトリョ。誕生こそ1906年と約120年もの歴史を持つ建物ですけれども、今もなおその外観の美しさと洗練された内装の芸術性の高さから世界中に多くのファンを抱えています。入場料は大人1人29ユーロ、約5000円程度と少し高め。ただ満足感たっぷりな施設になっていますので、ぜひとも訪れてほしいです。一見新しい建物に見えますバトリョ邸。継続的なメンテナンスの甲斐もあって、今もなお美しい姿を維持し続けていますけれども、誕生した1906年当時も新しい建物としてではなく、既存の建物を改築したものとしての誕生でした。その生まれ変わった姿は、今まで見たことがないような華麗なる色使いと形をした外観。誕生から間もなく新しいバルセロナのアイコンとして確立しました。骨の家、マスクの家、妖精の家、ドラゴンの家としてよく知られていますカサ・バトリョ。スペインの有名建築家ガウディの偉大なる建築家キャリアの中の成熟期を象徴するような建物です。工期は約1年半と比較的短いながらも、建築デザインにおいて芸術性と機能性の理想的な組み合わせを実現し、カタルーニャ州の人々にとっての芸術様式モデルニスモを表現する重要な建物として完成しました。こちらの建物の持ち主は繊維業で財を成したバトリョ氏。1903年に建物を購入後、翌年1904年にそれまでにない個性的な改装を求めてガウディに依頼しました。当時の富豪のステータスシンボルは目立つ家。そんな時代の背景もありまして、先ほどのグエル公園同様、時代の建築家ガウディが手掛けました。5階建てだった元々の建物に地下1階と地上6階、そして屋根裏を増改築し、ガウディが54歳の時に完成したのがカサ・バトリョ。完成後はユニークな外観の建物で、地元住民のみならず世界中から注目を集めていましたが、個人所有だったため内装は未公開。それが初めて公開されたのがガウディ生誕150年にあたります2002年だったとのことです。なので今の見学はここ20年でやっと開放されたような空間です。その後2005年にカサミラ、サグラダ・ファミリア、グエル邸などとともにアントニオ・ガウディ作品群の一つとして世界遺産に登録されています。余談ですけれども、現在のカサ・バトリョの所有者は地元バルセロナの企業で世界的に知られましたあの飴玉のチュッパチャップス社とのことです。さて、ここからは建物自体のお話。外観のテーマは海で、建物の表面は海面のように波打ち、青を基調としたモザイクタイルはまるでサンゴ礁の海のような雰囲気。建物の最上部に目を向けますと、増築で誕生した小さな穴が。そこは屋根裏部屋の窓で、その左右横にあります2つの鉄のアームは、大型の家具を入れる際に滑車を取り付けたクレーンが付けた昔の名残だとのことです。なかなか気づきにくいかとは思いますけれども、目を凝らして探してみてください。そして屋内には様々な魅力がありますけれども、特に圧巻なのはご覧のような海底の吹き抜け。建物内部の中央パティオは海底や海底洞窟をイメージして作られていまして、別名光の庭とも呼ばれています。4つの壁面にはガウディブルーとも称されます海底をイメージした青の市松模様のタイルが
斜め45度の角度で貼られています。ここで注目すべきなのは、パティオ全体が同じ色に見えるように、強い光を受ける上部には光を吸収しやすい濃い色調を、逆に光が届きにくい下層には反射率の高い白っぽい色調のタイルを貼り、合計5段階にて変化させているようです。また窓に注目しますと、上の階ほど小さく、逆に下の階になるほど大きくすることで、部屋に差し込む日差しの均等化を同時に行っています。これによってそれまで上階の部屋の温度が夏になりますと上がりすぎる問題を解決したとのことです。そんな芸術的にも機能的にも両立した建築物としてのレベルの高さは、100年以上経った今を生きる我々にとっても感動せざるを得ません。さて最後は屋上の様子。屋上の見どころは、建物正面の屋根、通りから見える部分のタイルは大きくて、それらはドラゴンの背中をイメージさせています。諸説ありまして、ガウディが亡くなってしまったためその真実はわからないんですけども、まるでドラゴンのような屋上、ぜひご自身の目でも確認してみてほしいです。もう一つの見どころは、合計27本あります煙突、4つのグループにまとめられていまして、揺れるように曲がった煙突は波、その表面に貼られたタイルはキノコを表しているとも言われています。そして最後にご紹介しますのは、コロナ以降2021年から追加されました新設アトラクション。こちらはガウディキューブと言われます空間で、空間デザイナーのレフィーク・アナドールさんがプロデュースした3分ほどのショー。壁、天井、床がスクリーンになって360度映像と音楽が体験できるようなショーになっています。なお、先ほど映していた銀色の空間は日本人の建築家隈研吾さんによりますデザインとのこと。賛否両論あるようですけれども、個人的には満足感が高いアトラクションになっていました。さて、ここからはバルセロナの歩き方をご紹介。バルセロナというよりスペインはイタリアとは違って、鉄道での移動はクレジットカードのタッチ決済では不可能ということで、事前にチケットを買って移動する必要がございます。またバルセロナといえば FC バルセロナ、サッカー好きな方はたまらないかと思いますので、ぜひショップを訪れてみてほしいです。またバルセロナ自体は上空から見ると綺麗な5番の目のようになっています。この町の成り立ちは産業革命当時に人口が爆発的に増加し、都市の拡張計画によって計画的に組まれたことに由来します。この様子は日本でいうところの京都の町のようで、平安京のように5番の目のように整備された背景もどこか重なります。またバルセロナには日本通りや東京通りという名前の通りもあるようなので、時間があればぜひそちらの雰囲気も楽しんでみてほしいです。あとはガウディ建築に囲まれた芸術的な空間が多数、東京23区のように高い建物も多くないような印象だったので、空も広く感じることができました。さて、今回の旅で私が強くお勧めしたいのは eSIM です。これから海外旅行を計画される方は、ぜひこちらの eSIM を活用いただければと思います。今回私が利用したのはワールド eSIM というサービスでございまして、サービスの使いやすさがとても良かったので、今後も利用することかなと思います。こちら普段私は Android のスマホを使ってるんですけども、妻が使っている iPhone でも適用できましたので、Android ユーザーの方も iPhone ユーザーの方も安心して使えるかなと思います。さて、そんなワールド eSIM のおすすめポイントの一つは、手荷物が一つ減る点。Wi-Fi ルーターの場合は Wi-Fi ルーター自体、そして Wi-Fi ルーターの充電器も含めまして手荷物が一つ以上増えてしまうかと思います。また Wi-Fi ルーター自身にも充電が必要になってきますので、その充電をするという手間も結構負担かなと個人的には感じています。続いて eSIM のおすすめポイント2は、物理 SIM カードよりも手間が少ないという点。以前まで私も物理 SIM を使ってたんですけども、物理 SIM の場合にはもともと刺さっている SIM を保管する必要がありまして、何せサイズが小さいのでそれがなくしてしまうリスクが結構心理的な負担でした。さらに SIM ピンを忘れてしまいますと SIM カードを取り出せないというトラブルにもなってしまいますので、そこの気を使わないという点だけでも結構おすすめでした。そしておすすめポイントの3、こちらは現地でも即開通ができるという点です。物理 SIM の場合には事前に購入して届くまで時間がありますし、その物理 SIM を忘れてしまいますと通信ができないというリスクもあるんですが、この eSIM の場合には現地で Wi-Fi につないだ上で先ほどのワールド eSIM のアプリを落としていただいて購入することですぐに使えますので、事前に物理 SIM を買う必要もありませんし、空港で Wi-Fi を借りる必要がないという点でもとてもおすすめです。ということで個人的にはワールド eSIM おすすめしているんですけども、価格の比較も今回行ってみました。今回は私イタリア7日間の中で 10GB を使う想定でご紹介しています。
普段私は 20GB を1ヶ月で使っていますので、むしろ14日間あっても 10GB ぐらいで収まるかなと思います。実際に今回イタリア周遊の中では 5GB を少し上回るくらいで収まっていました。さて、まずご紹介しますのはワールド eSIM。こちらは2590円で 10GB、そして30日間使えるプランでございました。また、今回私は使わなかったんですけれども、2つ目のおすすめは ahamo です。ただ、こちらに関しましては、携帯の契約自体を見直す必要がありますので、普段から ahamo を使っている方、また新しく回線を日本で乗り換えたいという方は、ahamo に事前に乗り換えていただくことで、海外旅行も追加料金なしで月額の約3000円の中で 20GB に収まれば使うことができますので、これは結構いい選択肢になるかなと思います。今回おすすめはこちらのワールド eSIM もしくは ahamo になっていますので、気になる方は概要欄からリンクを参考にしていただいて、事前に準備していただければと思います。そして参考程度に載せていますのが、まずはレンタル Wi-Fi で有名なグローバル Wi-Fi。グローバル Wi-Fi は1日 1.1GB で契約することができたようなんですけれども、なんと7日間使いますと 11,690円になります。値段的にも高いですし、先ほどの充電の問題とか荷物が増える問題があったりというところで、結構個人的にはお勧めできないかなと思います。そして普段ドコモのキャリアを使っている方に関しましては、5280円のオプションをつけることで7日間無制限で利用することもできます。ただこれに関しましては、先ほどの ahamo と違いまして、通常の携帯料金にプラスして5280円かかりますので、やはり結構高いかなと思います。なので柔軟性が高く、かつ現地でも利用開始ができるワールド eSIM、ぜひこの機会にご利用ください。続いてご紹介するのは、ガウディ建築ではない注目建築カタルーニャ音楽堂。こちらは建築家ムンタネーの最高傑作で、20世紀初頭にバルセロナ旧市街に誕生しました。工期は3年。アール・ヌーボー様式のレンガ造りの音楽堂で、タイル、モザイク、鉄、石、ステンドガラスの装飾は圧巻です。入場料は1人 15.4 ユーロ、約2500円程度です。こちらも公式ホームページで予約しています。また、こちらについても日本語で予約したい方のために Get Your Guide のリンクを載せていますので、そちらもぜひ確認してみてください。カタルーニャ音楽堂はスペイン市民戦争においても破壊されず生き残った建物で、1997年にはユネスコの世界遺産に登録されています。音楽堂誕生の背景は、カタルーニャ出身の指揮者ルイス・ミンエットが立ち上げた合唱団から、1891年に男性合唱団を創立した後、女性や子供の合唱団も立ち上げ、規模が大きくなるにつれて練習ができる場所、コンサートを楽しめる場所が必要になり、建築家ムンタネーに依頼の末、カタルーニャ音楽堂が誕生しました。そんな誕生の背景もありまして、建物の主役は市民。角の大きな石像は子供、年配の方、船乗りさん、商人など普通の市民を表現しているようでございました。完成は1908年と100年以上前ですけれども、ムンタネーが当時の最新の技術を使い、鉄骨で作り上げていったため、これだけのこだわりが詰まった建築が3年で誕生したようです。そして最も圧巻なのはご覧の大ホール。世界でも自然光の照明で光を取り入れているコンサートホールは、このカタルーニャ音楽堂のみとのことで、晴れた日は特に美しくステンドグラスが光ります。この日も運よく天気が良かったので、とても美しい見た目に感動しました。ステージは決して大きくないものの、約2200人を収容する客席から見ます装飾は抜群。中央上部にありますパイプオルガンはステージの中でもひときわ華やかな印象です。またご覧のように定期的にパイプオルガンが演奏されますので、ぜひ演奏に耳を傾けながらその空間に腰を据えて雰囲気を楽しんでみてほしいです。また階段も美しく、ガウディのような曲線はないものの装飾が華やかでまた違った魅力を放っています。現在でも毎年50万人が訪れるカタルーニャ音楽堂。クラシックからジャズ、伝統音楽などを楽しむためのコンサートホールとして活躍しています。日本人では坂本龍一さんがこちらでコンサートを開いたようです。そんなコンサートホールカタルーニャ音楽堂はユネスコの世界遺産に登録されている建築の中でも世界で唯一今も使われているコンサートホールとのこと。もともとは合唱団のメンバーのために作られたということもありまして、
街中に急に現れるような音楽堂ですけれども、その愛された空間は今もなお芸術を支えるような施設として活用されているのがとても素敵ですよね。バルコニーの柱は全て模様が異なっていまして、イスラム文化の影響を受けたアーチやモザイクが施されています。そちらもとても魅力的になっていますので、バルコニーにも足を運んでみてほしいです。先ほど申し上げました通り、こちらは当時の最先端技術であった鉄骨でできています。そんな鉄骨構造に命を吹き込むように、外壁にはセラミックでかたどった花々の彫刻やモザイクアートが施されています。また、バルコニーからはホール内全体を見渡すことができまして、丸いドームの客席からはどこからもステージが見渡せるように作られているとのことでした。素材の種類が増えるほど建設作業は複雑になっていきますけれども、細部に至る入念なスケッチを施すドメネク・ムンタネーさん、入念なスケッチを残すほど完成に向けてとても強いイメージを持っていたようでございます。ぜひそんなこだわりの詰まった空間楽しんでほしいです。そしてこちらはカタルーニャ広場。バルセロナ市内の中央広場で定番の待ち合わせ場所の一つ。スペイン最大級の広場でありまして、その面積は約5ヘクタールに及ぶようです。とても居心地がいい空間なのかなと思ったんですけれども、気になるのはその鳩の多さ。思っていた以上に引くほど多くて、もはや鬱陶しさを感じたほどなので、一通り広場を感じた後は次の観光スポットに移動するのもいいかもしれません。ちなみに近くにはショッピングモールもあったので、そちらでスペインのお土産を買うのもいいかもしれません。続いてはお待ちかね、言わずと知れた有名建築サグラダ・ファミリア。スペインといえばの建築物で、なかなか完成しないものの例えとして有名になっている建築物でもあります。そんなサグラダ・ファミリアも完成間近。2026年が完成だと言われています。今回2024年の春に訪れたんですけれども、工事がとても進んでいる様子。昨年、鬼怒川特集にて東部ワールドスクエアといいます世界遺産のミニチュアを展示している施設を訪れたんですけれども、そこでもサグラダ・ファミリアの模型を確認。その時の映像と見比べてみたんですけれども、内部が全く完成されていなかった模型に比べて倍以上の進捗があるように感じました。1882年の着工から完成まで300年ほどはかかると言われていたスケールの壮大さに誰もが圧倒されていたサグラダ・ファミリアですけれども、なぜ急に作業が進んだのか。その背景には作業工程の変革にあります。3D 設計ソフトや 3D プリンター、CNC 加工機などの IT が急激に発達しまして、複雑な局面が組み合わさった立体のシミュレーションはコンピューター上で正確に行えるようになりました。さらに実際の石材を削っていく時にも CNC 加工機にプログラミングすることで正確な形状を作り出せるようになりました。また従来の石造りから鉄筋コンクリートも使用するようになったことで作業効率も格段に上がったとのこと。そんなサグラダ・ファミリアですけれども、こちらも公式ホームページで予約。大人1人36ユーロで入ることができました。実は30歳以下ですと34ユーロで入ることができますので、20代以下の方にとってはとても嬉しいですよね。入場料だけで入ることもできますが、今回購入したチケットはトーセットというもの。トーセットと言いますのは西端のファサード、受難のファサード、どちらに登るか選択して購入することになります。悩んだ末、今回登ったのは今映しています受難のファサード。西端のファサードはその名の通り、キリスト誕生の喜びを表現していまして、全体的に明るいイメージの彫刻や彫り物が多いとのこと。そのため選択肢としても無難なことから混雑することが多いとも言われています。一方で今回登った受難のファサードはテーマとしてはキリストの最後の晩餐からキリストの貼り付け、キリストの昇天までということもありまして、重い雰囲気になっています。とはいえ、頭から見える装飾部分に関しましては、色鮮やかでバリエーション豊かな彫刻や装飾を見ることもできます。なので、その点では見どころがあるのかもしれません。最終的には好みに左右されますので、これらの情報も踏まえつつで選んでみてほしいです。さて、そんなサグラダ・ファミリアですけれども、今もなお完成していないものの、2005年にはユネスコの世界遺産に登録されています。そんな部分的な世界遺産登録は世界でも異例として話題になっています。その一方で話題性を助けて観光客が増加。その結果予算が潤沢になり、費用面でも今回の工期短縮を助けてくれているようです。
さて、そんなサグラダ・ファミリアにも日本人が手掛けた建築があります。日本人彫刻家であります外尾悦郎さんが手掛けました入り口、こちら生誕の門。息を飲むほど緻密で精巧な彫刻にはイエスの幼少期が描かれていまして、海と山に囲まれたバルセロナを表すウミガメとリクガメの彫刻が施されています。そんな門の柱にも注目です。さて、こちらは教会内部の様子。教会の床はラテン十字の形をしているとのこと。サグラダ・ファミリアに使われています尺度は30、45、60、90メートルの倍数また約数に限定されているとのこと。この数字は調和の取れた建物を作り出すことで有名です。ガウディの建築を見てみると、ある種数学的かつ理論的なものが含まれているのも特徴的です。ガウディは森のようにサグラダ・ファミリアの内部をデザインしています。そんな空間がこちらには広がっていました。さらにサグラダ・ファミリアには地下の礼拝堂があります。地下礼拝堂の建設工事は先行して着手されていますため、サグラダ・ファミリアの中では最も古いエリアとして知られています。そしてこちらは先ほどご紹介した外尾悦郎さんのデザイン、生誕のドアの逆側にあります受難のドア。こちらは彫刻家スピラックスさんによってデザインされたドアで、お祈りの言葉が描かれています。さて、そんな扉を抜けてみることができますのは受難のファサード。こちらは1954年から1977年に作られた、特にキリスト教で印象的なシーンがたくさん描かれていまして、最後の晩餐やユダの接吻、十字架にかけられていますイエス、ピラテ、マグダラのマリア、ガウディ、ベロニカなどを見ることができます。ガウディと思うかもしれませんけれども、こちらを手掛けました彫刻家がガウディに敬意を払ってガウディも作ったとのことです。そして地下に行きますと、サグラダ・ファミリアの歴史に関わります様々な展示を見ることができます。そして最後、こちらが夜に眺めることができますサグラダ・ファミリアの様子。ライトアップされた姿もまた幻想的です。続いては個人的に一番満足度の高かったガウディ建築カサミラ。その名前からもわかる通り、ミラ市の住宅であり、ガウディ作品として世界遺産に登録されています。子供はいなかったものの、ミラ夫婦が暮らしていた豪華な邸宅で、こちらの建物の3階にお住まいだったとのこと。今映していますカサミラの中庭、7階にありますガウディ館、屋上、裏側の階段などが現在見学可能です。そんなカサミラは入場料プラスナイトツアーで49ユーロ、1人約8000円弱でございます。ちょっと高いように感じるかもしれないんですけども、後でご紹介します通り、ナイトツアー特に圧巻なので、ぜひお時間が許す限りはそちらのチケット購入いただいて見学されるのが個人的にはおすすめです。こちらのカサミラは大金持ちだったミラ氏が先ほどご紹介したカサバトリョに惚れ込んでガウディに建築を依頼した高級マンション。先ほどご紹介しましたカサバトリョが誕生した1906年に着工し、6年後の1912年に誕生しました。地下1階は車の駐車場、1階はお店、2階は弁護士オフィス、3階がミラ氏の邸宅、4階から6階までは賃貸、7階は共同倉庫、エレベーターのエンジンルームとして機能していました。こちらの施設も予約必須なスポットなので、ぜひ公式ホームページから予約してみてほしいです。さて、そんなカサミラですけれども、スタートは先ほど映していた中庭から。バルセロナ新市街の他の建物と比べますと、中庭が広くて、どの部屋からも自然光がたくさん入るのがカサミラの魅力。歩道と中庭の間にあります鉄の門はガウディによってデザインされたものとのことで、顕微鏡で見た細胞をイメージしているようです。そちら動画の最後の方でご紹介していきます。先ほどから映しています通り、中に入りますと、子供部屋、メイドさんの仕事場、メイドさんのベッドルーム、回廊、キッチン、おばあさんの部屋、こちらの事務所、ダイニングルーム、サロン、ベッドルーム、バスルームと順々に見学することができます。もちろん豪華さはあるんですけれども、意外と庶民派に感じられるこちらの空間は、見た目だけではなく、しっかりと機能性を満たしていることをかえって裏付けてくれているようでした。ちなみにこちらの建物は現在も4世帯の方が住んでいるとのこと。その事実自体もなかなか珍しいですよね。また家主でありますミラ夫婦が住んでいたエリアは特別展示会場にもなっているようです。またちょっと質素な様子なのにはもう一つ理由があります。実
実はガウディさんとミラ夫婦の間でちょっとトラブルがあったとのことで、途中からこのカサミラの建築から手を引いてしまったとのこと。なのでところどころガウディの手が加わってなくて質素に感じる部分があるのかもしれません。さて、ここからは芸術的な雰囲気を存分に感じることができますガウディ館の様子。レンガの部屋でカテナリーアーチと呼ばれていますロープや縄などの柔軟性がある線状のものを両端から持って垂らした時にできる曲線がとても多い空間が広がっています。ガウディが考えました逆さ吊り模型、石膏模型のレプリカ、設計図などが展示されていまして、最も有名な建築サグラダ・ファミリアの着想もこの空間から感じることができます。もちろん全体の設計だけではなくて、ガウディがデザインした椅子、ベンチ、とってもこの部屋で展示されていますので、ガウディファンは必見です。今でこそ展示コーナーになっていますけれども、もともとはバスケットコート2面の広さを持つような屋根裏部屋だったとのこと。こちらで洗濯物を干したりとか、使用人が作業をしたり、あとは建物の温度を調整する機能も担っていた空間です。その見た目からまるで動物のあばら骨にも見られると噂になっているこちらの空間。先ほどもこの動画の中でご紹介したんですけれども、ガウディ作品のどれもに共通しているのは、自然界にあります日常の生活で普通に目にしている動物や植物をモチーフにしている点。確かに建築家の中には自然に存在するものこそが均整が取れていて合理的だという理解をしていることも多くて、そんな思想がガウディさんからも感じることができます。あとは今回の動画でもしっかりと全て内部の様子をご紹介できているんですけども、日本に比べてこういった施設に関しましても撮影が自由にできるところは思い出に残すという観点でも個人的には満足感が高かったです。そして最後にたどり着きますのは屋上。段差が多い屋上には煙突と螺旋階段の出入り口がたくさん並んでいまして、それら一つ一つが古代ローマの甲冑などを連想させまして、イマジネーションをかき立てるような幻想的な空間になっています。また、カサミラ自体が高い建物でもありますので、屋上からは地中海やサグラダ・ファミリアを見ることもできます。また、全体としては山の峰をイメージしているとのこと。そんな自然の雰囲気の中にも宗教上のイメージがあります。キリスト教のイメージが所々にオマージュされています。また、やはりガウディらしさとも言えるようなトレンカティスと言われるタイルを使ったモザイクアートが多数見られるのも屋上の個性的な部分なのかなと思っています。さて、屋上を見学した後はまた中庭に移っていきます。先ほど入り口で入った中庭とはまた違った空間なんですけれども、こちらもとても美しいですね。そしてここからはナイトツアーのご紹介。先ほどご紹介しました通り、事前の予約が必須なツアーではあるんですけども、昼間には見ることができないような幻想的なカサミラを見学できるツアーになっています。このツアーでは中庭とガウディ館、屋上を見学することができます。またツアーということでガイドさんの解説もまた良かったです。残念ながら日本語の解説はないんですけれども、英語が聞ける方はその解説にも耳を傾けてほしいです。そして圧巻なのはプロジェクションマッピング。自然の造形から着想を得て数々の作品を手掛けたガウディの思想を表現するように、色鮮やかに展開されるマッピングを眺めながら非日常感をぜひ味わってみてほしいです。このゆったりとした時間の流れと360度芸術に囲まれた空間は圧巻でございますし、追加料金を払うものの人数制限がある予約制かつツアー自体も夜であることから、この贅沢な空間を混雑することなくゆったりと巡れるということで利点があるのかなと思っています。今回カメラとしては DJI Osmo Pocket 3を使っているので、こういった暗所でもしっかりと撮ることができているんですけれども、 GoPro などセンサーサイズが小さいカメラに関しましてはあまり綺麗に撮ることができないかなと思いますので、その点はご注意いただければと思います。またカサミラのナイトツアーに関しましては、入場枠が7時から9時までの間で約20分ずつぐらいあるんですけれども、ツアー会社によっては1枠しか用意されてないことが結構多いです。なのでこちらに関しましては、もしご自身の都合と合わない場合には公式サイトから予約していただいてお気に入りの時間を探していただくというのがいいかもしれません。で、今ちらっと映していましたのが先ほどご紹介した鉄の門。こちらは顕微鏡で見た細胞をイメージしているような門になっています。さて、そのナイトツアーの最後にはお酒で締めくくり、ウェルカムドリンク的にカバといいますスパークリングワインをいただくことができました。加えて焼き菓子もいただくことができましたので、ゆっくりと中庭を眺めながら最後のひとときまで楽しむことができました。
続いてはバルセロナを代表する市場をご紹介。地元の言葉で胃袋を意味するベケリアの愛称で知られたベケリア市場。始まりは1217年に肉の市場から始まって、約150年前から野菜と果物の扱いも始まったとのこと。またその後に魚の取り扱いが始まったことを機に、市場のシンボルとも言われます鉄製の屋根が作られたことから、こちらが大盛況になっています。近年スペインの食事と文化の考察、いわゆるガストロノミーが世界中から注目されるようになり、観光客も増加。バルセロナ市も市場からの文化発信に力を入れることで食のテーマパークとなっています。この後ご紹介しますランブラス通りを入り口とする市場で、約200の様々な店舗が入居しています。売っているものの種類によってある程度エリアが分かれているんですけれども、厳密ではないのでしっかりと散策することがおすすめ。特に入り口付近は高価なことも多いので、一周してから購入するのが良さそうです。市場自体は7時オープンなんですけれども、商品が並びきるまでにラグがありまして、8時半頃にやっと並びきるくらいなので、9時前くらいに訪れるのが個人的にはおすすめです。ぜひ参考にしていただければと思います。基本的に市場なのでその場で購入していただくことが多いかなと思うんですけれども、物によってはお土産として購入できるものもありますので、こちらでお土産を探すというのもいいのかもしれません。やはり特に印象的なのは生ハム売り場。スペインを代表します生ハムやソーセージが種類豊富に揃っていますので、ぜひ一品いただいてみて、こちらの市場を探索していただくのがいいかもしれません。今回はそんな生ハムと一緒にフレッシュフルーツジュースをいただいています。生ハムはイベリコ豚とチーズのセットで約5ユーロ、1000円弱でいただいています。フライドポテトも添えています。あとはフレッシュジュースとして作られましたスムージー。こちらは 2.5 ユーロ、約400円と比較的リーズナブルでございました。他にもカットフルーツ等もいいのかなと思いましたので、気になるものからぜひ購入いただいて、ブケリア市場の散策も楽しんでほしいです。続いてはそんなブケリア市場の近くで見ておきたいアートの一つ、ランブラス通りからミロのモザイクです。こちらは世界的な芸術家ジョアン・ミロの作品で、街のクリエイティブな精神を象徴するように作成されたもののようです。結構大きいものなので、もしかすると見過ごしてしまう可能性もあるんですけれども、ぜひ目的の一つとして確認していただければと思います。そして最後にご紹介しますのはグエル邸。今回も特集の中で様々なガウディの建築ご紹介していますけれども、こちらはガウディの初期作品の中でも傑作と言われています邸宅。当初は本館につながる別館として建てられたグエル邸ですけれども、出来栄えを大変気に入って移り住んだほどの傑作。こちらもぜひ時間が合えば確認してみてほしいです。そして最後はバルセロナサンツ駅。1979年に完成し、年間利用者約3000万人を誇るサンツ駅。バルセロナ最大のターミナル駅でマドリードへの高速鉄道が発着しています。今回は鉄道に乗る前にこちらのバーベキューポークリブをいただいています。約3000円弱なんですけども、ボリュームはたっぷりでした。こちらのサンツ駅ではスペイン国内だけではなくて、フランス、イタリア、スイスへ向かう様々な国際列車も運行しています。まさにバルセロナの陸の玄関口となっているこちらの鉄道駅。今回の旅ではここからマドリードへ鉄道で移動しています。約3時間の鉄道の旅。鉄道の料金としましては2名で2万円弱になっていました。そう考えると日本の新幹線とあまり値段は変わらないのかなと思いました。やはり移動にはそれなりに時間がかかりますので、ぜひ Netflix 等でオフラインダウンロードしていただいて、映画を見ながら移動していただくのがいいかもしれません。以上、今回はバルセロナ見どころ10選としてご紹介しました。今回の動画を見ていただくことで、バルセロナの主要な観光スポットは一通り押せているのかなと思っています。やはりガウディ建築がメインになってきますバルセロナ。建築好きな方にとっては十分に満足できるような観光スポットなのかなと思いますけれども、結構歩く時間も長かったりしますので、体力的にはもしかするときついかもしれません。そんな方はぜひ1日1個と決めていただいて、あとは次の動画でご紹介する予定のバルセロナグルメを堪能するために過ごしていただくのもいいかもしれません。また情報量は結構多いので、今回の動画を参考にしていただいて、見るべきスポットを事前に確認していただくと、あまり疲れることなく、体だけでなくて頭も疲れることなく過ごすこともできるかなと思います。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。